にちは、メイです。最近オープンしたジブリパークに行きたすぎて、あつ森でトトロのお父さんの書斎を再現しました。調べた限りだと、あつ森でお父さんの書斎は再現されていなかったので、資料などを交えながら作っていきます。今回のテーマはトトロに出てくるお父さんの書斎です。できるだけ映画に出てくる家具に似せながら作っていきます。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 6×10、窓はなし、エントランスは一番左、明るさは白で真ん中くらい、環境音は光源です。壁紙と床の詳細です。書斎の出てくるシーンでは窓が開いているので光源な壁を採用しています。お父さんの書斎はトトロの中で出てくる白い建物部分ですね。和風な家に洋風な部屋がくっついた家を文化住宅というそうです。書斎と外を分けるためにフローリングタイルを敷いていきます。さつきとメイの家は大正中期から昭和初期あたりに登場した歴史的建築物ですごい建物なんだそうです。部屋の右側から作っていきます。今回参考にしたのはジブリパークにあるさつきとメイの家です。お父さんの机から作っていきます。フローリングの終わりの部分にシンプルな柱と木製の柱を立てます。今柱を立てた場所ら辺がお父さんの執筆スペースになってきます。カウンターを囲うように柱を立てます。事務机の茶色バージョンがぴったりだったので採用しています。あつ森の家具でこれぴったり合うというのは少ないので、パズルのピースがぴったりはまった時のようにちょっと感動しました。この窓周辺を作っていきます。まずはカラーボックスを置いて窓の下部分を作ります。その右側に柱を立てます。画像では窓が壁より奥にあるので出窓感を出したかったのですが、表現するのが少し難しいですね。お父さんの仕事が考古学の大学教授なのですが、ちょっと整理整頓が苦手なようで書斎はかなり散らかっています。なので小物系を多くして重ねられる家具を置いて乱雑さを表現していきます。大学に出かけた日は机の近くに多分サッチェルバッグがあったのですが、床に置けないので見知らぬ猫のカバンで代用しています。柱をこの字に立てます。間に突っ張りラックを置きます。本棚と同じ高さに物が置いてあるのですが、柱に家具がかけられないので、代わりに突っ張りラックで物のごちゃごちゃ感を出していきます。考古学のポスターとメイの描いた絵のカレンダーが飾ってあるので、それっぽいものを代用して置いていきます。ここに窓を作ります。これのためにマイデザインで窓を描きました。外になる部分に窓のマイレザを貼っていきます。後で扉を作るのですが、斜めから撮った時に綺麗に見せるためです。右側が完成したので正面奥を作っていきます。机の真横に窓付きの扉があるので家具を組み合わせて表現します。ここに扉をつけたので木製ウォールパーテーション S を2つ並べます。書斎の外側に柱があるのでこの柱を再現していきます。さつきとメイが遊んでいるこのボロい柱ですね。シンプルな柱を2本間を空けて立てます。お父さんお花屋さんねのシーンを再現したいので、お気持ち程度に黄色の花を置いていきます。このシーン可愛いんですよね。ジブリの映画は子供の時に見るのと大人になってから見るのでは視点が変わってくるので、成長とともに何度でも楽しめるんですよね。今2歳の息子にもトトロを見させています。柱の下に植木鉢があるので同じように飾ります。息子が大きくなった時にどんな感想になるかが楽しみです。正面奥ができたので左側を作っていきます。右側と同じように柱を立てます。左側も右側同様、窓、低い本棚、あちこちに散らばる資料の山を再現します。たくさん情報を集めようと思ったらかなり大変な時代だと思います。情報を集めようと思ったら本など買うしかないからですね。入り口側の左に少し壁があるので柱を立てて壁を作ります。柱を並べるとスライムみたいにくっついて壁になる仕様だったら良かったですね。扉が入り口左側にあるのでシンプルなパネルで扉を作ります。
この間ジブリパークのチケットが先着順になったので、これは取らなきゃと思って14時販売開始のところを11時半から待機していたんですけど、4400人待ちでした。14時にアクセスした方は2万人待ちだったそうです。休憩スペースがあるので同じような家具で再現します。ネットの回線が早い順ではなく、アクセスした時点で先着順だったようですね。4400人待ちでチケットの受付画面に行けたのは15時過ぎでした。画面上はあと15分ってずーっと書いてあるんですけどね。実は窓のところにちゃんとカーテンがあるのでカーテンをつけます。チケットを希望日に取りたければ朝一でアクセスするしかなさそうですね。とりあえずチケットは取れたので今度行ってきます。これで全て完成です。それでは完成ムービーをご覧ください。お父さんの書斎はいかがだったでしょうか。なんとなくお父さんの書斎っぽいなぁと思っていただけたら嬉しいです。なんとなく雰囲気出てるねと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今回のおまけは庭の完成ムービーです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。